皆さん、こんにちは。みきこです。私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語勉強中の方向けにお届けしています。日本の文化や私が日々の暮らしから感じていることや体験したことなどを日本語で話しています。スクリプトはホームページに無料で公開していますので、よかったらそちらも見てくださいね。はい。ということで、今日のテーマは、文法ってどこまで必要についてです。今日の話は完全に個人的な意見です。なんで急にこのテーマで話そうと思ったかというと、スレッズで日本人が日本語の難しさを投稿していたんです。彼はデュオリンゴで英語を学習しているみたいで、英語を和訳するときに日本語の語順を間違えたみたいです。その間違いがこちらです。来月はたくさん課外活動があります。どうですか？そして正解は来月は課外活動がたくさんあります。ちなみにこれ日本人が間違えたんですよ。これ文法の正しさを無視して会話だといちいち指摘しないよなって思います。理解できるので。実はこのような問題って日本語だけに起きている問題じゃないと思うんですよね。どの言語もネイティブは結構いい加減だと思います。皆さんはどうですか？普段は文法の正しさを考えて話さないので、正しさで見ると文法が間違っていることってありませんか？私は日本語教師なので、文法を教えるときはもちろん正しさにこだわりますが、ネイティブ同士の会話になると結構いい加減だと思います。スラングだって使いますしね。会話は意味さえちゃんと伝われば柔軟であっていいんじゃないかなって個人的には思います。会話はキャッチボールなので文法の正しさよりスピード感や伝わるかどうかが大切だと思います。ちょっと話がそれてしまいましたが、先ほどの文章、文法の正しさで見ると間違えていますね。来月はたくさん課外活動があります。たくさんは数量を表す副詞で、名詞を直接修飾することはできません。ですので、たくさん課外活動というと、たくさんが名詞課外活動を直接修飾しているので、文法は間違いです。たくさん活動はできませんが、のをつけて名詞化すると使います。たくさんの活動。来月はたくさんの課外活動があります。これは正解です。あと、以前、ら抜き言葉というポッドキャストを配信したんですが、こちらも日本人がルールを無視して使っていることが多い言葉です。例えば、食べることができるの可能形は食べられるですよね。でも多くの日本人は食べれると言います。でもこれには理由があって、可能形なのか尊敬語なのかを区別するために可能形の時にらを抜いています。このら抜き言葉は2グループの可能形と3グループのフルで起こります。よかったらエピソード12も聞いてみてくださいね。私自身日本語教師でありながら意識しないとら抜き言葉を使ってしまいます。ですので学生に指摘されたこともあるんですよ。
そうそう、みんなが一生懸命勉強している助詞だって会話では省略することが多いですからね。ネイティブは助詞がなくても文の意味がわかる場合、助詞を省略しています。日本語の基本文型には S は O がO、V という語順があります。ですので助詞がなくても語の位置でその役割がわかるんです。例えば水を飲む、電池が切れてるよなどは水飲む、電池切れてるよみたいな感じでおとがの省略ができます。形容詞の場合だと背が高くなったねを背高くなったねって言えます。逆に何時にどこで誰と何人でどこからどこまでなどの助詞は省けません。語順が決まっていませんからね。一文の中で語順を入れ替えても問題ないです。語の位置で役割を規定することができない場合は、やはり助詞の力が必要になってきます。例えば、8時に学校で山田さんと会います。山田さんと8時に学校で会います。これはどちらも正解です。一つ目は時間を強調していて、二つ目は誰と会うかを強調しています。はい。で、今日のテーマに関しての私の意見ですが、文法は文を組み立てるために基本は必ず必要です。文法が分かっているから文章を作ることができるし、基本の文法が身についているからこそ崩すこともできます。でも JLPT を受ける人はしっかり文法を勉強してくださいね。試験は正しさが必要ですから。会話は文法を多少間違えても意味は通じます。ネイティブも間違えているぐらいですから。日本語学習者の皆さんには文法にとらわれず、どんどん日本語を話してほしいと思います。会話が上手になりたければ、とにかく実践で使って間違えながら覚えていけばいいと思います。子供はそうですよね。親や身近な人の言葉を聞いて真似をしながら覚えていきます。ちなみにうちの下の子はインドネシア語の方が得意なので、ブレるの使い方が未だに間違えています。このおもちゃ、おばあちゃんにくれてんって言います。正解はおばあちゃんがくれてんですよね。助詞が間違えています。ちなみにくれてんは大阪弁なので、標準語はおばあちゃんがくれたのです。ちなみにうちのインドネシア人の夫の文法も怪しいです。でもペラペラです。ネイティブと何の問題もなく話せますし、通訳もできます。彼がちゃんと勉強したのはみんなの日本語の一冊目だけです。あとは日本のテレビを見たり、ネイティブと話したりして自然に身につけました。JLPT は N2 を持っています。でも勉強しているところは見たことがないし、自分でも勉強してないって言っていました。ですので、何のために勉強しているのかを明確にするのはすごく大事だなと思います。それによって勉強方法も変わりますしね。私は日本に帰ったらインドネシア語検定の C 級を受けるつもりです。JLPT で言うと3級ぐらいのレベルかな。ですので今まで勉強してこなかった文法を中心に
勉強します。それから試験に出てくる言葉も試験対策の勉強にコミットします。インドネシアに6年も住んでいたので、少しはできるという証明を残しておきたいので。はい。ということで今日はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ほなまたね。